皆さんこんにちは。本日は冒頭のクリップの技バニーホップのやり方について解説動画を撮りましたので、よろしければご視聴ください。僕の場合は34歳からマウンテンバイクに乗り始めて2ヶ月ぐらいで形にはなったので、そこまで難しい技でもないのかなと思います。事前準備、各ボルトの締め付けを確認しましょう。僕の場合、ハンドルのクランプのところの4つのネジとペダルがついているクランクボルトのところが緩みやすいので、よく締め直しています。あとはブレーキの利きを確認しましょう。特にリアブレーキ、ロックできるぐらいであることを確認しましょう。グローブとヘルメットをつけましょう。怪我して得るものなんかないので安全第一でいきましょう。これは過去の僕なんですけど、何も装備をつけてない状態で背中から思いっきり押します。踏切をミスった挙句、リアブレーキの利きが悪かった感じですね。何これ。最近は背中を守るためにこういうバックパックを背負って練習してます。すいません、嘘です。冗談は縦置き。練習カリキュラムに移りましょう。フロントアップ、リアアップ、ホッピング。まずはこの3つを完璧に覚えましょう。この3つがタイミングよく組み合わさることによってバニーホップが完成します。フロントアップ、まずは地面に線を引いて、線を目印にフロントアップの練習をしましょう。歩くくらいのスピードでフロントタイヤだけ線をまたぐイメージで練習するのがいいと思います。フロントアップのやり方、ここで足を軽く前に蹴り出します。上半身は肘を伸ばした状態でハンドルを手前に引きます。背中で引っ張るイメージです。いつでもブレーキをかけられるようにリアブレーキに指は置いておきます。フロントブレーキは人によると思いますが、僕は握っていません。フロントが上がりすぎたと思ったらリアブレーキをかけて、すると自然にフロントが降りていきます。後ろにこけた時の受け身として、少しオーバーにペダルの蹴り出しとハンドルの引きをやって、後ろ足から着地する練習をするのもいいと思います。慣れてきたらフロントアップ時に膝を伸ばす練習をしておくと、体がバニーホップの動きを覚えてくれます。続いてリアアップ。先ほどの目印の線を後輪でまたぐようにリアアップを練習しましょう。リアアップのやり方、前に重心を移動してペダルの上でジャンプ。つま先を下向きにしてペダルをすくい上げるようにするとリアタイヤが上がります。この時ブレーキは握ってないです。リアアップは簡単なのですぐできると思います。足の動きだけ覚えましょう。ホッピング。リアアップができるとホッピングがすぐできると思います。ジャンプしてペダルをすくい上げる動きはリアアップと一緒。プラスハンドルを上に引っ張ってあげるとホッピングの完成です。高さも出そうと思えば出せるんですけれども、使い道あるんですかねこれ。例えばこれ、飛んでいるように見えて踏切位置はここ、着地位置はここなので障害物は越えられませんし、僕は昔スマホを引き潰したことがあります。バッキバキです。それ以来ホッピングは信用しないことにしています。先の3つができたらバニーホップの練習に入りましょう。3つのトリックをタイミングよく組み合わせるとバニーホップが完成します。やりやすい速度で助走を取ります。僕は小走りくらいの速度が一番やりやすいです。足を前に蹴り出して肘を伸ばしたままハンドルを後ろに引きます。フロントアップの要領です。ペダルの上でジャンプしてペダルを足ですくい上げます。リアアップ、ホッピングの要領。ジャンプができたら空中で手を軽く伸ばし着地に備えます。このフロントアップとジャンプのタイミングをつかむのに僕はかなり苦労しました。タイミングは体で覚えるしかないので、繰り返し練習するしかないのかなと思います。最初は目印の線を越えることだけを目標とした小さいジャンプで100発100中飛べるようになりましょう。
慣れてきたらペットボトルとかの障害物を置いてみましょう。今日のターゲットはこちら、声優の皆様のお墨付きシリーズジャスミン茶です。税抜き67円 550ml の破格、僕のお墨もつけておきます。本当はタリーズブラックが飲みたかったのですが売り切れていたのでこいつを選んだのは内緒。まずはこの子を横に置いて飛び越えてみましょう。ペットボトルが空だったら踏んでもハンドルを取られることはないので安心です。この横置きもクリアできたら縦に置いて飛び越えてみましょう。これができたらバニーホップができると言っていいと思います。少なくとも僕はバニーホップできると言い張ります。まあマニュアルはできないんですけどね。こんな感じでマスターしたと思える技ができたらまた紹介解説動画を上げたいなと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。